ずは右足を前に出してこう揺らしていきます。血流よくして温めるイメージです。こうやって叩いてもいいですし、掴んで揺らしてもいいし、足をね揺らしてもいいです。このふくらはぎの筋肉、脂肪が揺れる感じでやってみましょう。次は右足を倒してふくらはぎの骨の内側揉んでいきます。この骨の下あたりですね、下から上に向けて揉んでいきます。痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、上の方まで揉んでほしいんですが、特にこの下が硬いと思います。で、あんまり強く押しすぎるとあざになってしまうので、気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、硬いところ見つけたらそこを重点的にやってあげると良いと思います。よし、 OK です。次はこの体勢のままアキレス腱を掴む、こういうイメージですね。こういう感じです。で、アキレス腱周りをほぐしていきましょう。こうゴリッという感じがあると思います。僕は両手で掴んじゃいます。すごい老廃物が溜まりやすいところなので、こうやってたくさん揉んでね。で、このマッサージの前後には水分たくさん取ってあげるといいと思います。僕はこうなるべく毎日2リットルぐらい純粋な水をね飲むように意識をしています。なんかどうしてもこう効果を求めて強くやっちゃいがちなんですけど、強くやれば効果出るってわけじゃないので、痛気持ちいいぐらいでやってみましょう。で、次はこう土踏まずの内側、この辺ですね、上から押すイメージです。僕ちょっと扁平足気味なので、ここがすごい硬くなるんですよね。あとゴリッとしたのがいるので、それをこう重点的に上から押していきます。で、こうなぜ足の裏やるかっていうと、この後足の指もやるんですけど、こう足のこの辺からこう筋膜が全身につながってるんですよね。だからこう足裏とか足の指ストレッチマッサージしただけで肩こりとかも楽になります。次はこの親指母指球、ここの骨の下、ここを押していきます。で、僕は押したまま指を動かします。で、多分これつりそうになる、もしくはこんなに指が曲がらない方がほとんどだと思います。単純にね、こうやって両手で母指球の下を押すだけでも十分です。痛気持ちいいぐらいでやってあげましょう。余裕があれば両手で押して僕みたいにこうやって動かす、もしくは片手で押さえて手でねサポートして指を動かしても、こんな感じでもいいと思います。OK です。次は僕の場合、この小指と薬指の間の筋肉硬くなるので、小指と薬指の間をこう裏からね押していきます。で、この上の方だけじゃなくて付け根、この辺からこうやってほぐしていきます。で、これ、外重心、ヒールの外側がすり減る方とかはめちゃめちゃ痛いと思います。なのでね、これも痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、このタコがあって痛い人とかは、そこ触らなくてもいいですし、ちょっとさするぐらいでも十分です。こう小指とね薬指の間の筋肉をほぐすイメージです。 OK です。次は足の指に手の指をこうやって入れます。で、ガチャガチャ動かします。こんな感じです。これもね、指硬い人は結構痛いかもしれないです。なのでただ指の間にこうやって手を入れるだけでも十分この足の指の間の筋肉が緩まるので、これでもいいんですが、僕はさらに効果のためにこう左右にね振ってます。こう呼吸はね止めないようにしましょう。手をこうやって逆にしてもいいです。足の指のね間を広げることが目的です。 OK です。次はくるぶしの下、この辺りですね、マッサージしていきます。さっきはこの土踏まずの上ら辺だったんですが、もうちょっとくるぶし寄りですね。で、僕はここを押しながらこうやって足首回します。くるぶしの下あたり押しながら足首回す。で、これそれぞれどこを押せばいいのって感じるかもしれないんですけど、どこが正解っていうのはないです。よっぽど激痛とかじゃなければ押しちゃまずいところってないので、こう押しながらね痛気持ちいいところ探してあげましょう。呼吸はね止めないようにして、
肩、力入れすぎないようにしましょう。よし、これで最後、ふくらはぎ全体揉んでいきます。両手でわしづかみにします。こんな感じで。で、硬いところ見つけたらね、こう重点的にやってあげると良いと思います。で、どうしても肩力入りすぎちゃう方多いので、肩はね、力を抜きましょう。全体的にほぐしていきます。で、こう、筋膜が硬かったり、筋肉が硬かったりとか、もしくは筋肉の使い方が悪かったりとか、いろいろこうふくらはぎが太くなる、むくむ原因ってあるので、このおすすめの動画、一応僕全種類出しているので、ぜひね、時間があればやってみていただければと思います。OK、これで右足終了です。左足を前に出してふくらはぎを揺らしていきます。こうやってね、グーで叩いてもいいし、掴んで揺らしてもいいし、足を揺らしてもいいです。脂肪と筋肉が揺れるようにやってみましょう。なかなかね、揺らすことってないんですけど、こう揺らしてみるとね、意外とブルブルっと思ったより揺れると思うので、こうなるべく大きく揺らして血流を良くしていきましょう。あんま肩に力入れすぎずに、呼吸もね、止めないようにしましょう。次、左足を外に開いて、ふくらはぎの骨のちょっと下、揉んでいきます。この辺ですね。ぐっと下から上に揉んでいきましょう。強度は痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。この下の方が硬い方は下あたりね、重点的に行うと良いと思います。これふくらはぎのマッサージだけですごい種類が多いんですけど、実はですね、僕ラーメン屋時代に5万円のふくらはぎマッサージ機を買ったんです。よし、OK。次、土踏まずの内側ですね。ここマッサージできます。そのマッサージ機を毎日ずーっと足突っ込んでたんですよ。で、それでも全然楽にならなくて、座骨神経痛とかになっちゃって、月に23回僕マッサージやってたんです。だからすごいお金もかかったんですけど、でもそれぐらいこうもう足裏とかふくらはぎがしんどくてずーっといろいろやりまくってたんですよ。で、だからこうもう自分の足も自分で触ってこれがいいかなっていうのが見つかったって感じですね。で、次はこの母子球のちょっと下あたり、親指の骨のちょっと下あたりを押しながら足の指を動かしていきましょう。両手でグッと押してもいいですし、足の指が動かない方は足の指を動かさなくてもいいです。逆にね、こう空いてる手で指をサポートしても大丈夫です。そうだから自分でいろいろ本当にふくらはぎが立ちっぱなしでしんどくて試してた結果、それで多分こんなに細くなったんじゃないかなと自分では思ってます。よし、 OK。 次は小指と薬指の間ですね。ここをほぐしていきます。結構ね、この外重心の方、ここ硬くなってると思います。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。でもこう今でももうトレーナー9年目になりますけど、やっぱりそのラーメン屋の時の癖で反り腰気味だし、ちょっとお腹出てるし、だから結局ここだけやって、僕ふくらはぎだけすごい細いんですよ。だから太もも細いって僕褒められたこと一回もないんですよね、 YouTube でも。だから結局言いたいのは、これだけやってもダメですよと。反り腰もやんなきゃダメだし、太ももも全身やらなきゃダメですと。これは絶対今日伝えたかったです。次は足の指の間に手の指入れてこうガチャガチャ動かしましょう。ただ結構痛い方はこうやって間に指入れるだけでも足の指のね筋肉が緩まるので、これだけでもいいと思います。僕はこうやって左右に動かします。ね、痛気持ちいいぐらいで痛すぎない感じでやってみましょう。呼吸は止めないようにして肩力入れすぎないようにやってみましょう。次はくるぶしの下あたりですね。ここを揉んでいきましょう。僕はこう押しながらね、足首を動かしたりします。ただこれ押すだけでも十分効果あると思います。余裕があればね、僕みたいにこうやって足首を動かしてみましょう。で、これ足の指って結局すごい大事で、手の指で考えてほしいんですけど、こう手の指がもしも曲がらなかったら、なんか物持つのとかすごい大変じゃないですか。こうやって持たなきゃいけないし。だから、でも足の指って皆さん硬くても違和感ないんですよね。これがすごい僕危ないと思ってます。で、最後、ふくらはぎ全体揉んでいきましょう。そう、だから足の指っていうのは本当はここまで曲がんなきゃダメですよ。本当は。なかなかここまで曲がる人いないと思うんで、毎日やってね、曲がるようにしていきましょう。で、こうよく痩せたらとか細くなったら、なんかこう、
そしたらそこまでストレッチ頑張りますみたいに言われるんですけど、ストレッチとかマッサージしなくていい体って存在しないので、だから僕習慣化っていうんです。こう楽にズボラに毎日ゆるーく続けれるものをね、ぜひ皆さん選んでいただければと思います。で、僕のこのふくらはぎマッサージと一緒にやった方がいいおすすめストレッチ、概要欄貼っておきますので、ぜひ時間あればやってみてください。まずは右向きに横向きになりましょう。スマホは床に置いておきましょう。上の左足を斜め45度ぐらいに上げて30秒キープしましょう。下の足はこんな感じでちょっと前に出しておくと安定しやすいです。お尻の横、中殿筋という筋肉を使いたいです。こう触ってお尻の真横硬くなってる、力入ってる感じありますか？見てほしいポイントは、お尻の横力入っているかと45度しっかり上がるか、あとはプルプルしないかです。30秒キープ、ちょっと頑張りましょう。OK。そしたら次は膝を曲げた状態でこのまま膝同士を離します。膝同士を離します。だいたい膝90度ぐらいでいいと思います。お尻の横、さっきと同じようにお尻の横ですね。使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。NG パターンは体が後ろにこうやって倒れちゃうことです。上半身は固定しておいて膝同士を離す。その時にお尻の横触って、使ってるな、硬くなってるなって感覚あればそれで OK です。先ほどね、やった足を45度上げてキープ30秒。あれはね、最低でもできてないと中殿筋がうまく使えてない証です。OK。そしたらもう一度下の右足を前に出して、この左足、真上に上げる。真上に上げる。下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。この中殿筋って筋肉はこうやって横に足を出すときに使う筋肉なので、例えばバスケット、バドミントンとか野球とかね、運動すれば使うんですけど、運動しない限り足をね、横に出すってことは日常生活でなかなかないので、すごい弱くなっちゃってることが多いですね。で、この中殿筋が弱くなるとどうなるかっていうと、前ももばっかり使って、前ももごつくなって、お尻は使わないから、お尻にどんどん脂肪がついてでかくなる。みたいなことが起こります。OK。そしたら次は、左足を体の前に出して、下の右足持ち上げます。下の右足持ち上げる。使いたいのは右の内ももです。下の右足の内ももを使って持ち上げる。この体勢できない人、この左足後ろに置いて、これでもいいです。目的は右の内ももの筋肉を使うことです。こうやって枕ある方はね、枕あった方が僕個人的には首とか肩の負担が減るのでおすすめですが、もしね、枕ない方は、クッションで代用してもいいし、枕なしでももちろん OK です。目的は内ももを使うことですよ。よし、OK。そしたらもう一度下の足前に出して、左足伸ばして、そのままつま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。お尻の横使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。多少ね、膝曲がってもいいし、前もも外もも使ってもいいです。お尻の横を使う感覚あれば OK です。しっかりつま先真上向ける。最初の種目と同じように、上半身後ろに倒れると NG です。上半身固定したまま、つま先真上向ける。真上向ける。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って逆向きに寝返り打ちましょう。つま先真上向ける。じゃあ次逆向きに寝返り打ちますよ。よし、OK。次左向きに寝返り打ちましょう。左向きになったらスマホ顔の前に置いておきましょう。下の左足前に出して、この右足を斜め45度上げて、この状態キープです。中殿筋、この筋肉をうまく使えてるかっていうチェックです。45度ぐらい上げて、中殿筋使ってるのを確認した状態で、30秒キープ。これぐらいはね、楽勝でできてほしいです。で、これ最後にもう一度このキープ、左右入れますね。それで、中殿筋が使えるようになったかどうか、ビフォーアフターで変化分かるようになってますので、ぜひね、楽しみにしてください。使ってる感覚ありますか？きつかったら一回サボってもいいですからね。よし、OK。そしたら膝90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？呼吸を止めないようにしましょう。どうでしょう？お尻の横触って硬くなってるでしょうか？ NG パターンは
後ろにこうやって体が倒れちゃうと NG です。上半身固定して膝同士離す。離す。で、結構ね、これお尻使う感覚わからない方多いと思うんですが、大丈夫です。僕自転車運転するのと同じで、練習したらね、できるようになります。ちょっとコツをつかめてないだけなので、お尻意識してね、こうやって一緒に練習しましょう。オッケー。そしたら左足もう一回前に出して、この右足を高く上げる。下ろす。高く上げる。下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。このね、中殿筋、今日、徹底的に使うんですけど、なんでね、普段使わなくなっちゃうか、筋力弱くなっちゃうかって言ったら、もう単純に使わなすぎです。で、シンプルにさっき言った通り、バドミントン、バスケとか、なんでもいいんですけど、運動してたら絶対使うんですけど、僕も含めてね、運動嫌いな方が、このズボラストレッチ見てる方多いと思うので、皆さんね、弱くなってます。なので僕もこうやって人に教えてますが、めちゃめちゃね、きついです。呼吸は止めないようにしてね、きつかったらね、サボってもいいし、再生速度をね、早めたり止めたりして、自分がやりやすいように調整しましょう。OK。これで、右足を前に出して、下の左足、上げる。上げる。左の内もも使う感覚あれば、OK です。で、この体勢きつい人は、この右足ね、後ろについて、こんな感じでもいいです。左の内もも使う感覚あれば、それで、OK です。どうでしょう、内もも使う感覚ありますか？右足は前に出しても、後ろに出しても、どっちでもいいです。で、スピードはね、全く重要じゃないです。内もも意識して使うことが大切です。内ももこうやって触ってね、使ってるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK です。OK。これで左足をもう一回前に出して、右足伸ばして、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。戻す。で、前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。上半身をね、こう後ろに倒れちゃうのは、これも NG。しっかり上半身固定して、つま先だけ真上向ける。これ結構苦手な方多いと思うんですけどね。ゆっくりです。できる限りでいいので、つま先ゆっくり真上向けて。で、この次の種目から、上向きになりますので、スマホ持って上向きになる準備しておいてくださいね。枕ある方はね、枕使ったまま上向きになるといいと思います。よし、OK。スマホ持って上向きになりましょう。そしたらスマホを見ながら、右足、大きく回していきます。内から外、ご自身から見て、時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回していきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすことです。スピードは全く重要ではないです。股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みない範囲で回しましょう。痛みがある方はね、痛みがある方は痛みない範囲で、痛みない人は大きく回して大丈夫です。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら次は左の股関節回していきます。ゆっくり内から外ですね。ご自身から見て時計回りに回してます。こっちもゴリゴリなる方、痛みがなければね、大きく回しちゃっていいです。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、股関節ゴリゴリなる原因は基本的に筋肉の硬さなので、そんなに問題はないんですが、どうしてもね、気になる方は、概要欄に股関節がゴリゴリなる方用のストレッチ貼ってますので、ぜひね、そちら試してみていただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら膝曲げたままですね、膝同士つけて、90度ぐらいですね、膝曲げて、お尻を持ち上げます。ギュッと。持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。裏もも、お尻、使う感覚ありますか？頑張って。頑張って。ぐっと。膝同士しっかりつけておくことでね、内ももにも効いてきます。頑張って。で、釣りそうな方、ゆっくりサボりながらでもいいし、釣らない範囲で OK です。僕もちょっとね、右の裏ももが釣りそうなので、頑張って、ゆっくりで OK。裏もも、お尻使う感覚ありますか？よし、OK。次休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅でちょっと広めに開いたら、内、外に股関節ねじります。股関節付け根からねじるイメージです。
これもね、痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。休憩ストレッチです。どうでしょう、今までの種目でお尻使う感覚ありましたか？わからない方はね、全然わかんないよってコメントでいただければ、できる限りアドバイスするのと、あと概要欄に、無料のサブチャンネルと、ズボラストレッチの教科書あるので、そちらでもね、解説してますので、ぜひ、気になる方はね、ご覧いただければと思います。OK。じゃあ引き続きまだお尻攻めます。両膝曲げた状態で、右足を左膝にこんな感じで乗せます。この状態で、お尻持ち上げる。左の裏ももお尻使って持ち上げる。空いてる手で左の裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、使ってるなって感覚あれば OK です。これもスピード重要じゃないですよ。しっかり左の裏ももお尻意識してあげる。上げる。どうしてもきつい人、さっきと同じように両足でやっていただいてももちろん OK です。あと個人的におすすめなのはね、各種目の最後の10秒サボると、だいぶね、負荷が減って気持ち的にも楽になるので、きつい人はぜひ試してみてください。OK。そしたら逆いきます。左足を右足に乗せます。この感じです。で、お尻持ち上げる。持ち上げる。右の裏ももお尻意識して。頑張って。で、お尻ってね、腰の筋肉の付け根がお尻なんですけど、結構お尻の筋肉が弱い、硬くなってたりして、腰痛の原因だったりするので、しっかりね、お尻使ってあげることで腰痛も楽になったりします。ただやっててね、やってる最中腰が痛い方は絶対無理しないでください。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。右のお尻しっかり意識して、きつい人は両足でやっても OK。ラスト1回一緒に頑張りましょう。よーし、OK、頑張った。そしたら休憩ストレッチ。次、左足を右、こっちに持ってきます。左膝床につけて、左肩もなるべく床に近づけましょう。左の腰、お尻、背中にかけて伸びてれば OK です。で、これ休憩ストレッチなので、無理にギューッとねじる必要ないです。ゆるーくね、お尻、腰、背中伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。伸びてますかね。腰、お尻、背中にかけてです。左側を伸ばしてます。次、逆いきますね。右足を左に持ってきます。こっちに持ってきます。で、膝つけて、この肩なるべく床に近づけましょう。右の腰、お尻、背中、伸びる感覚あれば、それで OK です。伸びますか？で、先日ね、YouTube のコミュニティでもお伝えしたように、サブチャンネルで皆さんのもうちょっとご要望に対して、質問にね、回答するような動画を作りたいと思ってるんで、こんな質問に回答してほしいっていう動画を、ぜひサブチャンネル参考にしていただいて、こんな動画作ってって流れがコメント書いていただければと思います。あとはね、ボイシーってアプリ皆さん知ってますか？音声アプリなんですけど、それもね、始めるので概要欄に一緒に貼っておきますね。OK。そしたらこの次はスマホ持ってうつ伏せになりましょう。うつ伏せになっていただいて、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、しっかり足閉じた状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。ギュッと締める、緩める。で、お尻の穴しっかりギュッと締めれる人は、締めた瞬間にね、内ももにもね、使う感覚あると思います。ギュッとお尻の穴締める、緩める。ギュッとお尻の穴締める、緩める。わかんない方はね、こうやってお尻触りながらやると意識しやすいです。ギュッと。スピード全く重要じゃないですよ。しっかりお尻の穴締めて、緩める。締めて、緩める。ラスト1回ギュッと締めて、緩める。OK。そしたら上半身べちゃっと寝かせたまま、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ、足をね、動かしていきましょう。で適当にパタパタ動かしてもいいんですが、目的はですね、この裏もも、お尻の境目あたりの筋肉を使うことなので、こうやって空いてる手で触って、あ、裏もも、お尻の境目あたりの筋肉、あ、使ってる感覚あるなーってなると最高です。スピードは全く重要じゃないです。裏もも、お尻の境目を意識しながら、かかとをできる限りでいいからお尻に近づけていきましょう。皆さんついてきてますか？もしきつかったらね、再生速度調整したり、サボりやってみてください。OK。そしたら次は、左手で左の足首を掴みます。左の前もものストレッチです。いまいち伸びない方は、つま先の方を掴んで、つま先をね、お尻にしっかり近づけると前ももが伸びてくるんじゃないかなと思います。
で、この時気をつけてほしいのが、肩ね、力入りすぎないようにしましょう。前ももはストレッチできたけど、肩が凝っちゃったなんて言ったら本末転倒なので、肩そんなに力入れすぎないようにして、左の前もも伸ばしていきましょう。伸びない方は、つま先の方を掴んで、つま先をなるべくお尻に近づけると、前ももがね、伸びてくるんじゃないかなと思います。呼吸止めないようにしましょう。オッケー。で、逆足いきます。右手で右の足首掴みます。で、なるべく、つま先をお尻にぐっと近づける。右の前もも伸びる感覚ありますか？伸びない方はつま先の方を掴んで、つま先をしっかりお尻に近づけると良いと思います。で、さっき伝えたね、ボイシーとサブチャンネルなんですけど、なんか皆さんからやっぱりコメントでいろんな質問いただくし、DM でもね、質問いただきます。で、それになるべくこう、個別に答えたいんですけど、個別に答えられないので、ボイシーとかね、サブチャンネルで回答していければと思うので、なんか素朴な疑問でも、コメントでいただければ、なるべく回答するようにしていきます。OK。そしたら次は、両手を耳の横についていただいて、ぐっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が反って痛いよって方は、肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これでもね、腹筋伸びると思います。で、腰痛持ちだったりとかね、腰の筋肉硬い人は、もう腰がね、引っかかる感じというか腰が痛かったりして、そこが気になって腹筋伸びないという方もいるので、そんな方はね、僕再生リストで腰の再生リスト作ってますので、ぜひそちらから腰のストレッチやってみていただけると良いんじゃないかなと思います。よし、OK。次は問題の四つん這いストレッチです。四つん這いになっていただいて、この状態でですね、左足からお尻を鍛えていきます。左足を上げる、後ろに蹴り上げる。左足を上げる、後ろに蹴り上げる。前に上げて、後ろに蹴り上げる。しっかり上げて。で、これ蹴り上げるときに裏ももお尻使ってほしいですね。後ろに蹴り上げるときに裏ももお尻使う。スピード重要じゃないですよ。なるべく前に高く上げて、後ろにも高く蹴り上げる。腰、肩、痛い方無理しないでください。左の裏ももお尻使うことが目的です。膝が痛い方、膝にね、クッション入れたり、布団の上でやっても大丈夫です。ラスト1回行きましょう。しっかり後ろに蹴り上げる。OK、よく頑張りました。逆の右足行きます。右足前に高く上げて、後ろに蹴り上げる。前に高く上げて、後ろに蹴り上げる。裏もも使う感覚ありますか？この時です。裏もも。スピード全く重要じゃないですからね。後ろに蹴り上げる。腰が反って痛い方絶対無理しないでください。スピードよりも右の裏もも、お尻使うことが目的です。呼吸止めないで。頑張って。あと少し。頑張って頑張って。裏もも、お尻意識して。きつかったらサボってもいい。あと少し。しっかり上げ切る。よーし、オッケー。そしたら枕ある方もう一回枕入れて、右向きに横向きに寝ましょう。スマホ顔の前に置いといていただいて、下の右足前に出して、左足もう一度上げます。45度の状態で30秒キープです。で、さっきね、このお尻の横、使ってる感覚ない、もしくはプルプルしちゃった、もしくは45度上がらない、そんな状態だった方はね、だいぶ足が上げやすく、お尻に力が入りやすくなってるはずです。変化実感できますか？で、逆に全然余裕だよって人はね、もう逆に1分ぐらいキープしててもいいと思うので、この動画のね、秒数無視して1分ぐらいキープしててもいいと思います。こうやってテレビ見ながらね、お尻の横使ってキープする。こんなのをね、習慣にしてもすごいいいんじゃないかなと個人的には思います。OK。逆行きましょう。寝返り打ちましょう。左向きになってスマホ顔の前に置いておきましょう。左足前に出して、右足を、斜め45度に上げて、この状態キープ。お尻の横。使う感覚ありますか？ 45 度上がりますか？プルプルしませんか？これがね、ぜひビフォーアフターで変化分かるといいですね。さらに翌日このお尻の横に筋肉つきたら最高です。今動画の中で説明したボイシー、サブチャンネル、あとは股関節ゴリゴリなるとか、全部ね、概要欄貼ってますので、概要欄の動画ぜひ参考にしてみていただければと思います。よし、OK、お疲れ様でした。寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝曲げたまま足持ち上げて、足パカゆっくりしていきましょう。
股関節の動きを良くすることが目的なので、ゆっくりでいいので、普段動かさない範囲までしっかり開き切る、閉じ切る、開き切る、閉じ切る。これを意識していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり大きく動かす。余裕があればお尻をちょっと床から浮かせると腹筋にも効いてきます。前ももをお腹に近づけるイメージですね。ラスト1回しっかり閉じ切る。よし OK。 次、右足を大きく外回し、時計回りと反対、反時計回しで回していきます。これもゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピードは重要ではないです。股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがない範囲で回していきましょう。逆にね、痛みがなければ大きく回して OK です。呼吸は止めない。スピードよりも普段動かさない範囲で動かして股関節を、動きやすくすることが目的です。よし OK。 逆、左足いきます。大きく外回しです。内側から外に向けて、こちらは時計回りですね。大きく回していきましょう。股関節の動きを良くすることが目的なので、スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回していきましょう。この後からね、やっていくカエル腹筋でしっかり股関節開いた状態でできるように準備運動を兼ねた種目です。でどうしてもね、股関節ゴリゴリなるのが気になるよって方は概要欄に股関節ゴリゴリなる方用の動画を貼っておきますので、ぜひ試してみてください。よし OK。 この次からカエルの種目やっていきます。足の裏を合わせて膝はなるべく外に開く。こんな感じです。かかとはなるべくお尻に近づけましょう。この状態作ったらお尻を持ち上げて下っ腹使うイメージ。こんな感じできますか？頑張れ。きつかったらこうやって空いてる手で使ってサボっても OK。 もしくは手をね、床についてこうやってハンドを使ってもいいです。しっかり下っ腹意識して膝を外に広げていく。頑張って。しっかり下っ腹意識して膝外開いておいて、ゆっくりでいいです。スピード勝負ではありません。ラスト1回。 OK。 どうですか皆さん、下腹効きましたか？ちょっと休憩の種目挟みます。左足を右こっちにねじります。膝は床につけて、この左肩なるべく床に近づけるとお尻、腰、背中伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。でこれね、無理にギューって伸ばして腰痛めてもあれなので、気持ちいいぐらいで良いと思います。でもしね、途中きつかったりしたら再生速度調整したりとか、各種目最後の10秒サボったりすると良いと思います。 OK。 逆向きいきます。右足を左こっちにねじります。お尻、腰、背中伸びる感じあれば OK です。これよくね、腹筋の動画なのになんでこんなストレッチがいっぱい入ってるのって聞かれるんですが、僕の動画は基本的にストレッチと、エクササイズ、筋肉使う動き両方入ってます。でそれ両方やることでくびれなかったウエストがくびれたりとか、下っ腹がへこんだりとか、そういう声多数いただいてます。柔軟性も筋力も両方必要って考え方で僕はやってます。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 そしたらもう一回上向きに寝て、足の裏は合わせて膝はなるべく外に開く。かかとはなるべく体の方にギュッと近づける。この状態作ったら後頭部で手を組んで腹筋しましょう。頑張って。ゆっくりでいいです。で首痛い方は手でちゃんと頭を持ち上げて腹筋使って起き上がる。首で起き上がると痛いです。手でちゃんと頭を持ち上げてください。お腹下っ腹効いてますか？しっかり膝開いといてくださいね。頑張って頑張って。しっかりお腹意識して。あと2回いきます。ラスト1回しっかりお腹意識して。よーし OK。 よく頑張りました。休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに足開いたら、つま先を内外にしっかりねじっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。しっかりつま先内外にねじる。この股関節ね、付け根から動かしましょう。
休憩です。どうでしょう皆さん。カエルの種目できましたか？しっかりね、足の裏合わせて股関節外に開いた状態を作ることで、腰が反りづらくなるので、腹筋にめちゃめちゃ効くと思います。もしわからないって方いたらコメントで気軽に質問してください。オッケー。そしたら次はカエルデッドバグ。足の裏合わせて、膝開いて手前に引く。この状態で手を万歳して、足と手を同時に持ち上げる。お尻は床から浮くように。上半身は肩甲骨床から浮くように。よーし、オッケー。一回戻して。休憩しながらでいいですよ。もう一回いきます。足の裏合わせて、膝外に開いて、万歳してデッドバグ。しっかり腹筋使って、お尻が床から浮くようにして、上半身は肩甲骨が床から浮くように。よーし、オッケー。きついですね。最後一回だけ頑張りましょう。足の裏合わせて、万歳して、いきます。頑張れ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 。しっかり腹筋意識して。よし、オッケー、よく頑張りました。そしたら、うつ伏せになりましょう。スマホは持って、うつ伏せです。スマホ顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について、上半身ぐっと反らせます。こうやって肘伸ばしきると、腹筋伸びてくると思います。お腹伸びてれば正解です。でもしもね、腰が反って痛いよって方、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる。こうすると、腹筋伸びてくると思います。お腹伸びますか？腰痛い人絶対無理しないでください。で、次は、皆さん大好きなプランクの新種目いきますよ。手をついて、この腕立てみたいなこの体勢作ります。で、この体勢でちょっと腰を丸める。わざと猫で作ってキープです。腹筋に効いてますか？ハイプランクという種目です。もし腰が痛いとかいう方は手をね、もうちょっと手前の方に引くと良いと思います。で、どうしても腰反っちゃうよって方、おへそを覗き込むようにすると猫背作って腹筋に効きます。めっちゃきつい。頑張って。きつかったらサボってもいいけど、あともうちょっと頑張って。頑張れ頑張れ頑張れ。きついきつい。きつい。あと少し頑張って。よーし、オッケー、頑張ったー。そしたら最後。お腹伸ばしておしまいにします。上半身寝かせて、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びれば OK です。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、お腹伸びてくると思います。腰痛い方絶対無理しないでください。で、これね、腹斜筋ってお腹の筋肉ストレッチしてるんですが、結構難しい種目なので、いまいち伸びないって方、たくさんいると思います。肘はちゃんと床につけておいて、つま先は遠くに向かって伸ばす。いろんな角度で、こうしたら伸びないかなって試してみてください。呼吸止めないようにしましょう。よし、オッケー。反対いきますよ。上半身は寝かせておいて、右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹伸びてくれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。皆さんどうでしたでしょうか？どうしてもね、腹筋してて腰が痛くなる、首が痛くなるって方いたので、カエル腹筋今日取り入れてみました。やってみてどうだったよとか、感想いただけると助かります。あとね、ぜひ1週間チャレンジ、みんなでやりましょう。コメント欄どんどん使ってください。あとね、この動画短いので物足りないよって方は概要欄に追加のストレッチ貼っておきます。あとはね、LINE アットも最近始めました。LINE アットで皆さんのね、悩み簡単に解決してます。もちろんお金かからないので、ぜひお気軽に LINE アット試してみてください。OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。先生、無料電話登録で、プレゼント